今日はですね、こんな感じで川崎の ZX25R を1日乗ってみました。足つきのチェックから、一般道での走行、あとは高速道路とワインディングロードを走っていました。で、一言で言うといいバイクですね。すごいいいものに乗ってるっていう感じしました。で、私のフィーリングとですね、たまたまかもしれませんけど、すごくマッチしていて、思った方向に思ったように進んだり、コーナリングしたりできる感じがしました。初めいい感じかもなって思ってたサスペンションですね、フロントフォークなんかも1日乗ってみるとこれやっぱすごいいいものなんだなっていうのがじわじわ分かってきました。セパレートファンクションフォークだったかな、右と左でそれぞれ、ダンピングとバネの役割ですね分かれていって、大きいピストンを入れるために、細かい入力に対して、よく反応するっていうものらしいんですけども、非常にしっとりとしてかつ腰があっていい足で疲れない足なんじゃないかなって思いました。やはりですね、いいバイクって言ったんですけども、じゃあ欠点がないかっていうとまたちょっと別なんですよね。高速道路を走った時はちょっとエンジンの回転数が高くてですね、でまた風圧もこういうバイクなんで感じました。でそういうのはこのカテゴリーがですね250の4発っていうので仕方ないところだと思うんですね。なので他の大型バイクとかから比べたらこのカテゴリーの欠点になるかとは思うんですけど、じゃあこのバイクの欠点かっていうとそうではないと思いました。だから高速道路はちょっと辛いんですけれども、街中走ってる分には楽しいですし、エンジンすごい回ってるなって思っても全然スピード出てないし、でワインディング行ったらもう意のままに操れる、でかなり小気味いい走りをしてくれるんで、これ1台欲しいバイクだなと思いました。ただ私的にはですね、普段スクーターに乗ってるっていうのもあって、やっぱ前傾姿勢ちょっときつかったんですよね。だから20代のね若い人とかだったらいいと思うんですけど、私みたいなね37歳でちょっと前傾きついなって思いました。だからこういうのネイキッドモデルが欲しいですね。全体的に非常に走りやすいバイクでしたね。昔ながらの80年代とかの 250cc4 発ってもうとにかく下がスカスカで発進気を使わなくちゃいけなくって、で回していくとちょっとパワーが盛り上がってくるんですけど、やっぱり、今度それを超えて1万何千回しても音がどんどん速くなる感じで、エンジンは確かに回るんだけど、前には進まないようなそういった感じがあったんですけど、このバイクはですね下の方が結構乗りやすかったですね。普通にエンストすることもありませんでしたし、初めの20分ぐらいはまず特性になれるのにちょっと気遣って走りましたけども、その後ですね1日全然気使わず、サクサク走れましたんで良かったと思います。ウインカーの感じも使いやすかったですね。従来からの、
使いやすいところにボタンがあって、左、右、そして押すとキャンセルっていうタイプのものでした。全く違和感なく1日使えましたね。シートの感じも良かったですね。今日半日走っただけですけども、全然お尻が痛くなる感じじゃなかったですね。結構中の詰まった、硬いというか、弾力がある感じのシートになってます。厚さは十分ありそうな感じですね。川崎の ZX25R を1日借りてお出かけしようと思ってます。このモデルはですね、インドネシアの、モデルということで、国内にはないこの、メタリックブルーみたいな色になってます。とっても綺麗ですね。まず思うのはですね、こうやって一足で発進した時に本当に進まないですね。トラックの一足とか、なんかジムニーの一足とか、そんな感じなのかなと。乗ったことないですけど、一足でエンジンをバーンと回した時に、なんかまだ10キロも速度出てないんじゃないかなみたいな感覚があります。ということで今45キロですけど、あっという間に6速に入っています。で、エンジン回転が今5000弱ぐらいですかね。かなり音としてはですね、甲高い音がしてますね。キレッキレの鋭い音がこの、4500rpm ぐらいですか今ですでにしていますと。乗った感じの姿勢はですね、スポーツバイクらしい前傾姿勢が結構きついです。普段スクーターに乗ってる私からするとまさにスポーツバイク乗ってるなという感じがします。一方で 600cc とか 1000cc の本当の SS ですね、あれに比べたら多少楽なのかもなと。乗ってまだ5分もしてないぐらいですけれど、1日なんとか大丈夫かなっていう気はしています。はい、今赤信号ですね。もともと40キロぐらいしか出てなかったっていうのもあるんですけども、ブレーキよく効く感じがしますね、第一印象。私普段1本指でブレーキやるんですけども、十分止まる感じがしますね。フロントは確かシングルディスクで、310パイだったかな。十分な制動力があります。はい、一足15キロぐらいしか出なかったですよ今。一足で結構エンジンの音がうるさくなって20キロまでいかなかったですね。そんな感じです。車体は軽い感じがしますね。184キロとかそれくらいだったかと思うんですけれども、それくらいの重さだと軽いですね。パワーない体格なんですけども、細くてちっちゃいんですけども、全然怖い感じしないです。全く安心して乗れますね。往年の 250cc4 発を知っている方でしたら180キロ台っていうのは重いよっていう、おっしゃる方もいると思うんですけれども、確かに比較したらこっちの方が重たいんだとは思います。一方でこれ絶対的にこれのバイク評価した時に重さがネックになってくるかというと、今10分ぐらい走った限りでは全くそんな感じ、全然進まない。全くそんな感じしないですね。全然、はい、絶対評価としてこのバイクのこの車重は全く気になりません。街中をこうやって走ってる状態での話ですので、これがねサーキット行く人とかになると5キロとか3キロとかそういった重さが効いてくる部分もあると思うので、いろいろ言いたいことはもちろんあると思いますが、私のようにですね一般ライダーがこうやって街乗りをする分には全く気にならないですね。重たいからとそもそも重たくないですこのバイク。はい、重たい部分がネガになるかとかいう話の前に、重たくないというふうに私は思います。じゃあ今60キロぐらいですね。やはりですね、こういう前傾のバイクですので体が結構前に倒れた状態で首と目線は前方にやっとくような姿勢をある意味強いられます。で、ミラーの位置がですね結構いいんじゃないでしょうか。こういう SS に乗ると結構ミラーもですね視界が悪かったり特に気にならないですかね。もうちょっと幅が広いと本当はいいのかもしれませんね。今ミラーの中の左半分側に私の腕が映ってるんですね。で実際に後ろ見れてるのってこのミラーの右半分だけになるんですよ。ただですね私がもしこのバイク買ったら別にこれ特に不満ないです。こんなもんだと思います。次にメーター見てみましょうか。やはり前傾を強いられる姿勢ですのでかなり顔に近いところにメーターがあるんですね。でパッと見てすぐ今40キロとか
ギアが4速とかっていうのが非常に分かりやすいいいメーターだと思います。タコメーターですね。スケールが17000からレッドになっています。こうやって街中でちんたら走ってる分にはだいたい6000回転ぐらいまでですかね。今開けましたけどまだ45キロしか出てないですからね。50キロとかで走ってるだけでも6速入るんで、信号で止まる時のこの下げる回数多いなって感じがちょっとしてきましたね。スムーズです。全く不満はないです。左にスイッチが結構集中してるんですけども、普通のウィンカーですね。これウィンカーちょうどいい位置にあって、一番オーソドックスな左右そして押してキャンセルっていう好きなタイプですね。ちょっとニュートラルが入りづらい気がします。個体差かもしれませんが。ということで今高速を走っています。およそ80キロで6速、エンジン回転数が7500回転ぐらいですね。やはりですね、こういう SS のモデルということでスクリーンは短いです。この80キロぐらいでもかなりの風圧を感じてます。腕、肩、頭ですね。特に胸肩周り、ヘルメットはフルフェイスをかぶってて空力がいいせいか特に力を感じないです。多分これヘルメットがいい仕事してくれてると思うんですけど、肩とか風圧が結構きますね。80キロでこの風圧ってことは正直この状態でも1時間走ったら結構疲れると思います。じゃあ100キロ出すとどうかということで、もう少しスピードを上げてみます。特に100キロまでは何の変哲もなく何の引っかかりもなくパワー的には余裕で出ますね。今ゆっくり加速しましたけど本当だったらもっと早く100キロまで到達できます。エンジン回転数が9200回転ぐらいですかね、メーター読みで。相変わらず風圧は強いですね。先ほどよりもやっぱり2割増しぐらいで、風圧感じます。ちょっとねこれは疲れると思いますね。若い人なら全然大丈夫だと思います。私のような、40に近い人にはですね、もうちょっと楽したいなっていう感じが、90キロぐらいですかね。ちょっとこれでちんたら巡航していきたいと思います。今90キロで巡航してるんですけども、私の今耳に届いてる音っていうのはすごい風の音ですね。風切り音が、バーっていう音ですかね。バーザーっていう音を感じてます。そんな中で、下の方からですねエンジンのコーンという音ですね。コーンカーンっていう音を感じています。エンジンは8000回転ぐらいです。時速90キロですので、これで巡航するっていうとですねちょっと大変かなとも思います。風圧とかねエンジンとかの音に文句言うやつは SS にそもそも乗るなっていうことは重々承知しております。そんな上で、どんなもんか感じたことをなるべく言葉にしています。今時速100キロです。エンジンが 9000rpm ぐらいですね。でギアは6速です。このスピードでこういうカウルのバイクですから風圧はもろに肩とか腕、頭に感じてます。風の音もすごいですね。ヘルメットの中もうボーボーいってます。ヘルメットは照英の、GT Air2 なんで静音性はかなり高い方のヘルメットではあるはずなんですけども、やはりこのように直撃する風を受けるとですね、
ヘルメットの中、風の音がずっと吹き荒れている感じになります。で一方で、下の方からはですね、エンジンの音、今9000回転に回ってますけども、エンジンのコーンとかカーンっていうような音ですね、それが一定の音量で聞こえてきますね。ちなみにこのモデルですね、インドネシアモデルということで、日本の、国内モデルといろいろ違うところがあるんですけども、スプロケットも違うみたいですね。でこれでもエンジン、回転数は低めに走れているはずなんですね。100キロだと国内モデルは1万1000まで回るって言ってましたね。精神衛生上ちょっと気使っちゃいますよね。今75キロまで速度を落として走ってますけども、なんかどんどんエンジンの音大きくなっているような気もしますね。温まってくると少し音が大きくなってくるんでしょうか。あるいは私の耳の感覚とか疲れとか関係あるかもしれませんけど、結構ね、音量下からね、ワーンっていう音を、これずっとこの低常音というんですかね、感じるんで、なかなか大変ですね。これ耳栓して走りたいぐらいですね。ただ、そういったちょっとエンジン回転数とか、音、その NVH 系はちょっと、やはり4発 250cc ということで厳しい部分があると思うんですけども、バイクとしてはこれやっぱ優秀ですね。直進安定性も全然いいですし、全く怖くないですね。街乗り含めて、でこの高速、100キロぐらいまでですかね、含めて怖いなとか、なんだ今の動きはとか思ったこと全くないんですよ。もちろんこれ今日初めて乗るバイクなんで、初めの 2,30 分はちょっと、慎重に乗ってましたけども、もうね、それ過ぎたら本当にひょいひょいと思うままに走れる感じで、車体も軽いですし、とってもいいバイクですね。いや本当いいバイクだと思います。ですので、じゃあ高速道路どうなのっていうと、やっぱりちょっと大変なところはありますね。そのノイズとか振動の部分で。だからそうですね、私がこれオーナーだったら、1時間以内50分ぐらい目安にちょっとずつ休憩取っていきたいかなっていう感じがします。でもし1日高速に乗ってたら、結構後半はですね、もう頭の中がこのエンジン音が、ずっと反響しているような感じで辛いんじゃないかなって思います。であとは、前傾姿勢もですね、結構前傾してるんですよね。こういうスポーツバイクですから。で普段スクーターに乗ってる私にとってはですね、普段鍛えられてない部分もあって、1時間も乗らずにですね、腕とか疲れてきちゃいましたね。ということで、高速はどうなの、ちょっと大変っていう感じですかね、一言で言うと。ではワインディングいきましょう。まずここですね、入るとボコボコの道があるんですよ。地面に輪っかがいっぱい埋まってるような、ここですね。でもなんかいい感じですね。不快なバババみたいな振動がなくて、程よく吸収してるんじゃないかなと思います。全然安心して走れますね。さて、今6速で5速4速、今みたいなきついカーブだと結構ハンドルが内側に倒れてこようとして、内側の手でちょっと支えるような感じですね。でも違和感なく曲がれたんじゃないかなと思います。レコード上の道です。全然ステアリング取られる感じとかないですね。安心して走れますね、ここも。いや気持ちいいですね。やっぱり車体が軽いんで、小気味よく走れます。5、4、3、気持ちいいです。